走った感じめちゃくちゃ安定してる。こうも違うかって感じでした。はい、皆さんこんにちは。今回はこのバイク用キャンピングトレーラーの走行安定性を向上させるために低重心ミッドシップ化する大改造をしていきたいと思います。それでは行ってみよう。このトレーラーの屋根には 120W のソーラーパネルを積んでいて、ソーラー充電システムを組み、リタイムの 12.8V 100Ah バッテリーを積んでいるんですが、見ての通り車輪より後ろに片側に寄せて積んでいます。バッテリーの重さとしては 10kg 程度なんですが、この小さなトレーラーにとってはバランスを崩す要因ともなっているので、バッテリーを車体、そして車軸の中心に床下に移動させたいと思います。ですが、このバッテリーの高さは約25センチで、床下に収めると地面にぶつかってしまうので、今回リタイムさんから新しくリリースされた薄型バッテリー、こちらを提供いただいたので取り付けていきたいと思います。はい、ということで、こちらのバッテリーの内容を見ていきたいんですが、まずパッと見た目、以前からリタイムさんから発売されている薄型のバッテリーのように見えるんですが、こちらに書いてある Bluetooth 内蔵、そして発熱機能付きのアップグレード版となってます。電気容量的には 12.8V 100Ah ってことで、旧モデルと同じ。電力量でいうと 1280Wh。それじゃあね、まず大きさ、重さを旧モデルから比較していきたいと思います。まず旧モデル、このバッテリーの長さ 530mm に対して、今回アップグレード版が 500mm、3センチ短くなってます。そして幅が 280mm。これは旧モデルと同じ。そして何といってもこのバッテリーの売りである薄さなんですが、旧モデルが 60mm に対して今回 62mm と 2mm 厚くなってます。で、その理由っていうのが多分こちらの発熱機能付きヒーティングパッドの分で厚くなったのかなっていうふうに思います。そして重さなんですが、旧モデルが約 14.9kg に対してアップグレード版が 15.2kg と 300g 重くなってます。その 300g 重くなってるっていうのが多分このヒーティングパッド加わったことによるものだと思うんですが、私のトレーラーに積んでいる同じ 12.8V 100Ah のバッテリーが約 10kg なんで 5kg、1.5 倍重くなってます。5kg 重くなってるっていうのが、まずこの金属製のハウジングケース。今までの主なバッテリーっていうのが樹脂製に対して金属製になっていることによって衝撃とか腐食、そういったものに強くなってます。私のキャンピングトレーラー、以前はリアカーに乗せて自転車で牽引してたんで、5kg重くなるともうこれはかなり致命的で、多分導入していなかったと思うんですが、今回たまたまバイク用のカーゴトレーラーにシェルを乗せ替えたために、この 5kg だったら、そんなに大きな影響はないかなと。そして今回、車体の真ん中、車軸の中心、しかも床下に収めるっていうことで、低重心、それからミッドシップ化が図れて、走行がかなり安定するんじゃないかっていう期待を持っています。そして今回アップグレードされたこの Bluetooth なんですが、これはかなり便利。キャンピングカーとかキャンピングトレーラーであれば、モニターなんかをつけるんですが、これはモニターつける必要がない。スマホのアプリでこちらのバッテリーの電源、それから放電のオンオフや、あとバッテリーの状態、何ワットで充電しているのか、また何ワットで出力しているのか、そういったことはモニタリングできます。何が便利かっていうと、移動中部屋の中に入ることはあんまりないです。なので、外からバッテリーの状態をモニタリングできる。その辺がかなり便利になってます。そして、セルフヒーティング、発熱機能なんですが、今までのバッテリーっていうのが、低温保護機能っていうのがついていて、バッテリー温度が下がると、バッテリーを保護するために充電してくれなかったんですね。で、ある程度、バッテリーの温度が上がると充電を始めてくれるってことなんですが、それっていいようで、ちょっと悪いんですね。温度が低い時でも、充電したい時ってあるじゃないですか。そうした時、バッテリー温度が低くて、保護機能が働いてしまっていると充電できない。で、このバッテリー、自己加熱機能がついてるんで、バッテリー温度がマイナス20度から5度の範囲内にある場合、加熱機能が作動し、バッテリーの加熱を開始しますと。そしてバッテリー温度が10度以上に達すると加熱機能は停止し、充電動作に移行します。そして
バッテリー温度が5度以上の場合はバッテリーは通常充電となり加熱機能は作動しませんということで、今までの低温保護機能と違って加熱機能がついているんで、寒い中でもバッテリーを充電するっていうことができるようになりました。あとは旧モデルと同じで、20種類以上の保護機能もついてるし、コストパフォーマンスに優れたバッテリーとなっています。そしてこのバッテリーの付属品として、これ壁につけたりとか、あと床、または床下につけたりとかってするために、こういったブラケットが入ってます。ブラケットが1、2、3、4つ入ってますね。そしてこのブラケットを留めるための、ビスですとか、あと端子と配線をつなぐ、ボルトとか、そういった諸々のものが入ってます。そして端子カバーですね。この端子カバーがね、私結構お気に入りなんですが、どの方向でもつけられるんですが、線を出すところが、横でも上でも、反対側、下でもどちらでも向けることができる。これはね、この薄型のバッテリーならではなんですが、人によってこれを床に置いたり、壁につけたり、それこそ床下に吊るしたりとか、いろいろするんで、この向きが変わるのがめちゃくちゃ親切です。で、早速これを私のトレーラーに取り付けていきたいんですが、どうやって取り付けるかというと、こんなものを作ってみました。ちょっと避けましょう。はい、このバッテリー、マニュアルにも書いてあるんですが、適切な換気と熱放散を確保してください。バッテリーを加熱や損傷を防ぐために十分な熱放散ができるよう、よく換気された場所に配置してくださいとあります。で、今回これを床下に設置するんで、密閉された状態になってしまいます。そこで換気を取るために、このボンネットにつけるダクト、これを Amazon から購入しました。何でもありますよね、Amazon。そしてバッテリーをこの床にぴったり置いてしまうと、このダクトの部分しか冷やされないんで、こういったクッションを引いてスリットを設けてます。それによって箱の中が十分換気できるようにしました。で、これをトレーラーの床を開けて床下に吊るすような形で取り付けていきます。で、このバッテリーを提供してくれるっていう連絡が来た時、ちょうどね、私のトレーラーのシェルをリアカーからバイク用のカーゴトレーラーに乗せる直前だったんですよ。そのために急遽カーゴトレーラーに取り付けた床を後からこの箱を取り付けられるように加工していたんで、そちらの様子も交えて取り付けまでの工程をご覧ください。それではどうぞ。これで床の強度も落ちることなく開口できました。この箱を床下に取り付けた後、どんな風に収まるかというと、ぴったりだったんですよ。実はこのバッテリーの大きさ、寸法だけ聞いて、この大きさで入りますかってことで、問い合わせをしてたんですね、リタイムさんの方に。で、大丈夫だと思いますってことで、このバッテリーが届く前に先に箱を作ってました。そうしたらなんと、このバッテリーの長さ自体が50センチなんですが、多分取り付けのブラケットもあるし、こういった端子もあるから、ぴったりでは収まらないよなと思って少し大きめに作ってたんですが、なんとぴったり。この今ブラケットを今こっちに目いっぱい壁に寄せてつけてるんですが、少しね
5ミリぐらいですかね、隙間もありますし、これを床下に収めた後、床板を乗せて塞ぐんですが、床下からは十分換気できるような形になってます。よいしょ。よいしょ。おお、ギリギリ。とりあえず床下に収まりました。この配線は後できれいにまとめましょう。切り抜いた床を断熱材を剥がして蓋にしました。こんな感じです。常に部屋の中、床にはマットレスを引いてあるんで、こんなモールをつけてきれいにする必要はないんですが、この辺はこだわりですね。見えないところもきれいに収める。ということで、テスト走行に行ってきたいと思います。
ということで、テスト走行の方は終わりました。走った感じ、めちゃくちゃ安定してる。こうも違うかって感じでした。今まではなんかね、こう腰が落ち着かないというか、なんかフラフラした感じ。で、横風を受けたり、ちょっとスピードが乗ってくると、なんかすごく怖かったんですが、今日走ってきて、ちょっとした横風を受けたり、あと、スピードを50キロ、60キロで走っても、すごく安定してました。ちょっと強めの横風を受けても、全然ブレない。全然ブレないって言ったら嘘になるんですが、怖くない。本当に重心が低くなったなって感じがしました。今後ね、いろんなところに行くと思いますが、これで旅がさらに楽しくなりそうです。ということで、今回の動画はこれでおしまいにしたいと思います。それではまた次の動画まで。バイバイ。